シュットです。マサイゼコシリケダマモタキさあ本日はですねダホの実家に来ております。おーしております。そしてカメラマン弟のねるくんです。はいそうですあ、そうだね、言ったもんね。まだたまにあれ言っていいんだっけ。そう確認してよね。そうネルがやってるね。我が家へようこそ。そうだ、はいお邪魔します。年末年始の鍋以来に来ますね。すごい覚悟があった回。めちゃくちゃ彼が覚悟して、いろいろと語ってる最中、大半が寝てたもん。ごめん俺の左右はごめん。動画見てびっくり。このおじさんだってなったよね。そう寝てるうちにあれ住んでたもんね。まあでもね、逆にね、あれがあったから。ということでですね、なぜ今日こうみんなでこの実家に来たかと言いますと、鍋の動画でも言っていたんですが、言ってたね。この実家お別れします。そうなんですよね。いや、悲しいよ。悲しいね。もう今広々としちゃってるもんね。家庭の事情とまではいかないんですけど、この家に住む人がほとんどいなくなってしまったんで、そんなになんかここが、年末年始ぐらいしか使わないから、まあ実際そうだった。ちょうどね、俺もね、ねるも旅立ってはないから巣立っていったんで、ちょっとやめてください。すいません失礼しました僕もねるも巣立っていったんで、誰も住む人がいなくなっちゃったし、で親父も愛知が実家なんだけど、そっちの家も空いてるから、これを機にちょっと向こうに引っ越すと。でここもお別れです。じゃあみんな育つ形に。そうそんな感じで、今日がおそらく多分みんなが入れるのが最後の日になるんで、ちょうどねみんな集まったんで、今日全員来ました。いや、すごい寂しいけど、年一の飲み会のためだけに残しとくのはちょっと無理がある。確かにね。確かにねこれはね。まあ思い出深いよ。思い出そう、そそうれはね、なんかね、みんなでよくここ動画撮ったもんね。撮った伝えましたね。いろいろ撮ったよね。俺あれ覚えてる。フランスパン工房いまだに。フランスパン持ってさ、叩き合うんだけど、それで工房とかけてあったんだよね、そういう食べ物。あった目隠しチャンバラ的なのもここ初だよね。っていう懐かしい。だからあれだよ、 NHK さんから初めてもらった紅白の PR のお仕事。やったわ。風船割りまくりやつ。そう、本当に初期からそういうお仕事いただけるまでここで過ごしてたから、なんかいいね。いや俺も全然別にお別れかって住んでなかったから、まあいいかと思ってたんだけど、いざみんなで来るとちょっと寂しいね。まあね、いまだに忘れないのが、そのんだほんちの動画が結構多くなった時期があって、それから俺らが一人暮らしするよってなって、その時の引っ越した時の新居の動画の最初らへんとかやっぱ実家で撮影してほしいみたいな結構あったからねやっぱみんなの中でフィッシャーズの2015年とかかな、このイメージなんじゃない？ボロボロのソファーでな。そう、ボロボロのソファーでね。あれ親父のとこに飛んできました。まだ使うんだ。ソファーいるんだ。あれ継続です。なんで逆に愛知遊び行ったらあのソファーいる。あれが、いや、そのためにはいいから。至るところから綿がまろみ出てたし。違う、あれ普通だから。あれ、だいたい猫飼ってなきゃああならないんだけど、猫いなかったもん。いない思い出のものは向こうに行ったんで、だいぶねスカスカになっちゃったんですけど、軽くお別れルームツアーしてみんなでちょっとご飯食べておしまいにしようかなと思います。見納め会。そう、見納め会ね。行きます向こう。じゃあ玄関から行こうか。行きましょうか。あれよ。うわー、いやもういくらでも話せる。てか、話せないこともある。ありすぎてな。ここが懐かしいかな。いや、ここ覚えてるよ。覚えてる？親のすねかじってみたことある。親父がここで寝てて、胡椒とかマヨネーズかけて親父のすねってやる動画撮ったんだ。どれが一番美味しいすねかじりか。そう。ちなみに未だに覚えてるのがマヨネーズが一番うまかった。そう、マヨネーズ。すねの味とかないか。マヨネーズがうまかった。あれもあったよね。本日に気づかれずにどんどん物運んでくる。あった。ずっと。ここもう電気ついてないんでしょ。確かに。常にかも。ああ、懐かしいな、もはや。クソ懐かしい。そう、これさ、みんなで入ってるよ。ここでさ、スライム風呂とかやったもん。やった。やってたね。超懐かしい。俺も一個覚えてるのがあってさ、うどん。うどん？ああ。シュノーケルうどん。シュノーケルうどんっつって、シュノーケルでうどん食わって。やってた。あれまだ見れんじゃないかな。ある。これほらうどんあるよこれ。5年前。変な動画だな。今は多分やんないけどってやつだよね。でこっちか。ああ、二段ベッドがあったから覚えてる。おお、懐かしい。あの紙動画な。たらい落とす動画かなんかだったんだ。そう俺が上からたらいを落として下のターゲットに当てましょうみたいな動画だったんですよ。二段ベッドの外のフレームが外れて俺そのまま落ちる。そうたらいより俺が落ちた方が怖いだろうっていうそういう動画をね撮ったんだよね。撮ったというか撮れちゃったんだよ。こ
こは実家だから、僕が小さい頃からここで過ごしてるわけじゃん。俺も普通にちっちゃい頃ここに遊びに来てたことがあって、なんかこの辺のテレビでプレステつないでドラクエ5やってた。やった！俺持ってるから借りた天空の花嫁借りたんだよな。そう覚えてるわ。お前まだ返してない。長年の借りパス。記憶ないもん。もうゲームで言ったらさ、ダホと俺もあれだよね、幼稚園の時ここでスマブラやってるもん。やってた、6年やってた。幼稚園の時はね。基本なんか鍋の撮影してる時にさ、僕たまにさ、ネルがここにいた時もいた。でネルここですっごい静かにしてたっていうね。今はさ、もはやフィッシャーズみたいなもんだけどさ、あの時はどう思ってたの、弟的には。賑やかだな。嫌な気持ちはなかったわ。はないですね。じゃなきゃフィッシャーズ入んないもんな。楽しそうだなぐらいの感じが。でも昔だいぶぶっ飛んでたじゃん、こいつら。まあまあまあ、時々うるせえなみたいな。いや、まあまあ、しゃあないよ。いいのいいの。まあそうだよな。主に誰？シルクさん。まあでしょうね。電気つかない。電気つかない。しばらくすると3分ぐらいかな。その仕組みおもろ。体育のに体育館の電気じゃない。水銀のやつじゃん。じゃあ、ここ冷蔵庫入ったよな、シルク。入った入った。懐かしい。あったあったあっあとスマホにナポリタン入れられたやつ。た。やったやった。逆か、ナポリタンにスマホ入れられたの。そう、スマホにナポリタンむずい。あとここでなんか俺、お前らなんかよくわかんない寸劇食らったわ、銃でこうやって銃をうわ、生つけられて。やった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 。なんだろう、俺の中で何この動画ってのがあって、ララクラッシュ王選手権。やめろ！大好き。ララクラッシュっていうゼリーがあるんだけど、それをララ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 だけで壊すララクラッシュ王選手権って。これが仮にララクラッシュだよ。こうやって持ってたんだよな。ラララララっていう動画。これが5分ぐらい続く。やばいの。これ全員やったね。選手権だ。えぐすぎ。あと俺とダオだけだったっけな、その時2人で家にあるもののみでシルク・ドゥ・ソレイユやるっていう。あった懐かしい。ベッドの階段みたいなのパコーン取ってきて、ダオがこう持って俺がそれ登ってダダあったわ懐かしい。テンション0100%ここで生まれたわけ。ああ、そう、ここだね。もうね、見たかったらプレイリスト見てください。そうだね。昔のやつ。ちょっとなんか座って話しますわ。そうだね。飲み物とお菓子とか買ってきたから。おお、うわ、なんか持ってきた。うわ、鍋っぽいわ、これ。懐かしい。飲みながら話そうでさ、マミー L 買ってくるやついる？いや、なんか懐かしいなと思って。飲みたいわマミー。マミー触っていい？いいよ。なんかね、ちょっと適当にいろいろ買ってきたオレオとかさ、車の人の飲まない。ああ、飲みたい人に飲んでもらって、ジュースもあるから。あ、じゃあ飲まほんか。ドマホンつってない。完全にドマホン。あ、じゃあ飲まほんか。なんだろう、こういう職業ついてさ、今都心に行くことって増えたわけじゃん。都心に行ってちょっとおしゃれめな人にたまに聞くんだけど、この紙パックの中にストローをぶち込んで飲む人少ないらしいよ。って俺言われた。てかもう直接とかじゃないと。これにストロー長いやつ入れて飲むっていうのはなんかあんまないよね。マジ？俺らさ、桃水とかさ、梨水とかああいうのさ、直接もう部活終わりとか飲んでるじゃん。っていうのあんまないって言われた。俺まだだって家にストローさしてやつ今あるよ。でしょ？今現在いるよこいつストローさして。そいつは何飲んでる？知らんよ。まあいろんなもの飲んでるからね。人それぞれですね。地元だとねストローくれるけどねこれ。くれるよね。赤お前もめっちゃお腹空いてんじゃん。いや俺腹減ったっつったやん。自分用の飯買ってきた。すげえ。俺も欲しかった。折りすぎ。この感じいいね。まあでも当時もこんなにいっぱい買えなかったからさ。そうなんだよ。贅沢よ。贅沢マジ贅沢だよ。いや。しゃ。はい。で、乾杯。いけんだよ。 2人は飲まれてね。そう。はあーうまっ。いやー飲み慣れた味だ。お、電気がついたやっと。いや、そうグループで今後どうしていこうとかさ、まあ自分らで会社を作ってこうしていきますとか、まあ、チームでこうなれたらいいよねの話ここで死ぬほどしたよね。あんま言ったことないけど相当練ったと思うよ。これだいぶしたよね。これはやっちゃいけませんとかさ、じゃあこの場合どうなのみたいなさ。ウームに入る入らない時も相当話したと思う。そうノリで決めてないもん。ちゃんと時間かけたよね。めっちゃ時間かけたよ。反対のが多かったもん。そうだったね。あの時はメールが来て3ヶ月ぐらいなんだ。そうだね。事務所所属したらさ、もう弾けないじゃん。20代の前半みたいに人生背負うことになるから、どうしようかみたいな。だけど、いやこれ入った方がいいっていう
いろんなねデータを俺が持ってきたんだよ。この人こうなってるから数年こうなるみたいな話をめっちゃしたの。この時なんかだって最後まで就職するかアマゾン行くかみたいなさ、すげえ二択だったもんね最後。そうだね。俺今こんな動画あったよねもそうだけどさ、話してない話の方が絶対多いじゃん。こっちそっちの話したいよね。あ、でもあれだわ、生瀬確かこれ初めてやったんだよ。オフィシャルチャンネルで俺初めてシルクロード疑心暗鬼になった時があったのよ。なんだろう。マジで言ったこと全部当てに行くから、こいつなんか俺らに仕組んでんじゃないかっていうさ、誘導してんじゃないかみたいなね、言ったビジョン全部当てるそう全部当てに行くから俺怖くなっちゃってシルクが。ここのリーダーってだけじゃなくてもっと裏ででかいことの裏引いてんじゃねえかそうそうっていうのを生放送初めてやった時に言ったのよ。実はシルクロード怖くてみたいな。まあ、叶うって言ってれば叶うかなってところもあったよ。最初の方なんかネタのね買うお金とかないわけじゃん。そうなんだよね。だからみんなでお金出し合ってね、集金袋みたいな感じでネタ買ってやりましたね。あったもん。あれも最初だって賛否あったもん。あったいやもう揉めたもん。そりゃそうだよな。わけわかんないことに急にお金使いますってなってお金ちょっと出してくんねえからよ。しかも俺ら全員そんなに裕福なもんじゃなかったからね。そうだからそもそもそうガチでやってるっていう認識もなかったなかったからね。だから YouTube で飯食ってる人なんかいなかったもん。いいよな。もし今の俺が当時に戻ったらもう間違いなく協力はするけど、あの時は無理ないどうなるかどうかわからなかったからさ。スマートフォンが出たかぐらい。あ、そうそうそう。あーだからインスタとかツイッターとか今当たり前になってるけど、ネットに顔を載せるってことが当時タブーだったんだよ。そうマジであんたおかしいよって言われたもん。そう。逆にその親とかが頭おかしいって言ってくれちゃんとした人でよかったってあ、まあそれはそうかもね。そうここでいいよいいよなんて後押しされてたら今のこのなんかネット感育ってないかもしれない。ちゃんとダメだよって教わってから育ってるから本当よね。時代さながらのバカだなってもあるけど結構慎重だったよね。そういうのはみんな慎重に決めてたよやっぱ。多分だけど集まってなくても誰かと一緒にこう来たりするじゃん、その時にいなかったメンバーの彼にはこうした方がいいとみんなでこうしてこういうの話とかで多分ね5時間ぐらい話してることある。ずっと話してたね。例えば持ってきたか俺なんかは逆にこの場にいないことが多かったから相当相談してたんだろう。そうだ、元木を説得するのは難しいだろうからいろいろ考えないとみたいな。今思うと不思議だよだから。本当だろうね。そうだね。こんだけ動画出てるしな。ダホが本気で YouTube やるって言い出したのもここだしね。ここちゃんと YouTube やるんだったらこれとこれとこれ覚えた方がいいよみたいな話して、まあできるようになったらちょっと入れてくれって言うわみたいな。で半年ぐらい本気でやって見てもらったんだな。2016だか7だかの鍋の時のザカオの顔をね今でも忘れない。16っていうとなんかこっちにちょっと入る。まだ入れてなくて、全然入ってない。そう YouTube に対してよりやっぱもうダンスのことでもうあ、そうか。本当に頭いっぱいでうんうんうんダンスをしていくんだっていう思いが強くて、ここの鍋来た時に会話した回数ザカオその時に多分2言ぐらい。でもねそういうなんか今だから話せるけどその年末絶対集まってたじゃん。やっぱ俺ダンスの友達とやっぱさみんなもあると思うんだけど、初詣みんなで過ごそうよとかそうね初日の出みんな見に言われるもん行こうよって結構やっぱ言われることもあったから、そっちに行きたいとかあったりあるよね。でその喋らなかった時に終わりぐらいにこっちに加担するとマジで鍋めちゃくちゃいい気分になれるからっていう話をしたんだよ。でその時はほーんってなってて、で1年後ぐらいにちょっと言ってる意味が分かったわみたいな感じになって、こっちに本格参戦してきた時にもう全然違うわみたいなっていう話をしたのは覚えてる。いろんなことがそれぞれにあるよね。ここはやっぱマサイがお酒飲んでて感情が全部出た時にここで大泣きした時ね。覚えてねえよもう俺は。そうだね。ここでもう全部吐けること吐いてガン泣きしてたよね。ガン泣きしてたね。ってからね。そうそう本当にそのぐらいのや話してるかわからんマジで。つ。ね。覚えてないからね。覚えてないのよ。本当は YouTube のことと俺らへの対することとあとやっぱ母ちゃんのこと。ああで、そうそれでねここでむちゃくちゃ泣いてたね。そのうわーってなって多分エネルギー全部使ったんだろうね。使ってそのまま寝たの。力好きなんだ。可愛かった。子供みたいだった。でもなんかね考えとか悩みは大人だったわ。ああいやでも本当にこの家はなんか泣いて笑ってもうねそうだね。叫んでとかなんか全部だよね。喜怒哀楽は全部出てる。全部言ってて本当になかなかないと思うよ。なんかさ印象に残るとこってやっぱ喜の場所かね愛の場所が多いかもしれないけど
まあ度もあるし楽もあるし全部本当に全部がちゃんと印象に残ってる。そうね、もう本当にちゃんと友達にも怒ったからね、ここでね。そう、まあ、楽はいつもだったな。ここで見た YouTube ファンフェスとかの結果とかいろんなもの見たじゃん、そういうのはやっぱ思い出残ってるね。だから来年のさ、鍋今年じゃない？今年の終わりどこでやるの？まだ1？そうだね。になるよな。でまあその状況がどうなるかわかんないけど、まあ今回は俺らもだけど今スタッフもついてくれてるから、スタッフも含めてちょっとやって、まあその後俺らだけでみたいなのもいいかもしれないね。そうね。スタッフのその今考えてることとかも聞きたいしね。まあまあまあそうだね。でもマジで思うのが、だネルなんか特に今のさその状況じゃ今、思うけど俺らの2015年を見てるからだからそれで揉めるよなみたいな、本当に喧嘩することでもないっていうんだけど、やっぱ一緒にいるとちょっとねムカッとくるんだよみたいな。だから俺らもそれあったじゃん。育ちも違えば価値観も違うそ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 う、些細なことで言い合うんだけど、まあ大事よな。そう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 。なんかちょっとエモい俺は。まあ小さいうちにね、そういうしこりとかわだかまりはね、なくした方がいいからね。俺とダーマとかもたまにね、その後しね、これ俺がやめた方がいいよって言って、なんかちょっとってなったりとか。シルクとダマであったあらあらあら。全然あった。あ、そうなんだ。今でこそそんなにないけど、昔とかしょっちゅうだった。あったよね。だった。俺とダーマ結構あったよ。よくよく考えてみるといまだにあるよね。これってこうした方がいいんじゃないのみたいな。あ、そう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 。まあなくならないと思うやっぱ。なくならないと思う。価値観の違いだから。てかそれでいいしね。多分うん、だしやっぱお互いに気づくことはあるから、で直していくところは無限に出てくると思うし、同じやついっぱいいたらしょうがないからね。そうそれもそうだしね。スタッフがみんなさわーっていて編集してるところとか、まあ俺見る機会があるじゃん。一緒に飯食ってる時とか見てるけど、なんかちょっと懐かしくなる。この時に腐らなかった人間だけが上がってくるなって思う。っていうのは俺はマジで重てえな。本人言うのにな。でもお前俺らの途中を見てるからさ、見てるわ。確かに言ってることはね伝わりやすいと思う。それもプレッシャーなんじゃないのか。弟だからいいの。そういうもんなの。そういうもんだよ兄弟。そう考えるといい意味でここから変わってってるね。ああ、そうだと思うよ。まずそもそも一緒の場所に集まるような人間たちじゃなかったから。そうだね。それぞれね。そもそもよ。なんか最近同級生に会ったけど、やっぱ未だに不思議だもんって言ってたもん。ここで仲良くしてるってあんまイメージない。あけど中3の時になんか不思議なメンツが集まってんなっていうのはやっぱ今でも覚えてるとは言ってた。ああ、なんでそこなんだろうみたいな。そうそうそう。あれだって俺ら基本的に推薦で受かった人多かったから。ああ、そうそうそう。うわ、懐かしい。で一般受験で受けようとしてた子がいたんだけど、そいつから見て推薦とかで受かって土手行ってるのを見てたのが本当に羨ましかった言ってた。意識はしてなかった。この間ちょうど言ってたわ。言われてみればね。確かに成績は結構良かったかもしれない。真面目だよね、ここの。あ、真面目ではっていう中学の同級生が言ってました。あ不思議だよね。そうか。まあ俺は推薦もらえなかったからまさにはもらえてるわけねえっつじゃあ待って、本当にうちのメンバーのさ、もう2強じゃん。バカにそのままなんだ。いや俺も一応3バカって呼んでもらうこと多いんだけど、やっぱね彼らを見ると1個だけ違う。まあ違う飛び抜けてるとは思う。いや、俺だけちょっと訂正させて。俺、いや、バカは確実なんだけど、欠席日数とか出席日数とかでは確実に推薦取れたのよ。あ絶対休まなかったもんね。ちゃんと学校やってたんだ。実は言うと推薦権あったんだよ。推薦権あったの？けどバカすぎて先生がないもんだと思い込んだ。もらえなかった。こんなにバカなやつは休んでるみたいな。そう。もらえなかったよ。マジで？めちゃめちゃおもろいやん。すごくない？すごいよ。すごい。あ、やっぱバカは無理なんだなって。先生がお前なんか無理だろっていうことなんだ。無理だろっつうかなんかまあないよなっていう感じで。バカすぎて。それひでえな。真面目なバカなんだ。そうそうそう。一生懸命学校行ったけどマジで無理だね。そうだってさ、むちゃくちゃ悪いバカってもうほんと直しようがないじゃん。けどめちゃめちゃいいやつでバカなんだもん。そうなんかいいよな、そいつ。学校は楽しかったよ。もうバカじゃんこれが。楽しい。それはそこじゃねえじゃん。変わらずここにいてよかったよ。本当ですよ。まあダーマは結構成績良かった。長かったと思う。ね、マサイとダマ同じ。まあでも一番学校での態度が悪い。あ、それはそう。そう
コンプラよ。真面目ではあったんだけど、ただそこは悪い。いやごめん真面目ではないないそうない学校のやばいやつだって嘘お前だって許さないよテストのやつみんな知ってるでしょ後ろにフリーザ置いてあるの最悪だった。あれ実はなんだけど俺らのテストの時に後ろの要は俺ら棚みたいなさ要はバッグ入れるところあったじゃんあそこにさフリーザの横とかなぜか飾っててで後ろ見るとフリーザがこっち見てんだけどっていうストーリーがあったじゃんそれあれ前段階のやつがあっておおあんのこいつ美術のテストの時に秋をモチーフにした絵を描きなさいで戦車に乗ったフリーズからもう真面目じゃねえよ。戦車に乗ったフリーザ描いて撃ちなさいって書いてあったあそれ何点だったんだよそれはもうゼロだねあれ10点問題だったそう10点だったのでそれをやって受けたんだよもうフリーザ描くなよってなってこいつフリーザにはまって中学生でまたフリーザ描いて後ろに飾ったらまた大受けしたからなるほどねあいつだからトレンドフリーザだったんだあんたね、ごめん、確かにテストは一番真面目じゃなかったかもしれない。マジで俺だってダーマがさ給食代がさ廊下全力疾走で駆け抜けてすっ転んで全部落ちちゃって今だよおいダーマくんの友達みんな片付けなさいって誰も行かないよね俺の周りに来んじゃなくて、俺のこぼしたもの片付けてほしかったんだけど。あれさ全クラスがシーンだった大事故だったじゃんその日だってスープがさバケツみたいなのが入ってんだよ俺がひっくり返いけると思ったじゃん。いけると思ってもやるな給食カートは急カーブ無理なんよその分なんか社会人になってちょっと真面目ああ悪くなったまあ本来の真面目な部分が出てきたよ。そういうやついるわ社会で猫かもってがあったな懐かしいで生まれたのがフィッシャーですそうそんなやつらが集まってしまいました食ったね食ったわもう食ったねいろいろしたなお別れかこれ以上話すと帰るタイミング分かんなくなる本当に分かんなくなるよ確かに、いや無限に話できるからな。俺も帰る家ができたんで家族がありますからそうなんでぼちぼち帰りますけどあっという間だったねずっと喋ってたねなんかその今日があっという間もそうだったけど YouTube やってから今日に至るまでもあっという間そう本当にそれすらまあなんかいろいろと悩んだは悩んだけどまあ本当過ぎてしまえばって感じだよねなんか急にお別れってなった感じすごいまあでもタイミング重なってたもんねすごかったよね実家ねそうびっくりしたの実は実家がどうするみたいなそうだから実家の要は人たちでフィッシャーズ組むのかと思ったのみんな家出て同じ家に住むのかと思ったありえないだろうシルク実家、マサイ実家に続いてナホ実家もそうだねまあしょうがないよまあこのタイミングなんだろうね多分ねそう年齢的にねそうあるあるそううんなんか子供もねまあ一人で頑張ってるからまあ今だなってなったんだろうね子供の頃はずっとあるもんだと思ってたけどそうでもないんだねそうだね年になって気づいたよね確かに親も俺も子育てしてるから分かるけど、まあ、子育てしてる間家も帰られないからそうだね育て終わって、まあ、自由になあるようになったらああそうだよね好きなとこ住めるんじゃない親もこっからなんかまた新しい親の人生なのかもしれないそう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 、ねまあだから育ててもらいましたこの家にはそうだねそうだりました俺らでも思い出あるんだから直原したらいっぱいあるんだそうだろうな自分の家だもんな久々に来たけどなんか寂しいわねまあでもこれも成長なんでまあそうだね頑張ります大内さんありがとうありがとうございますありがとうございますマジ気になるけどさあんなにしっかりと拳伸びることある何これね。これさ何これ絶対パンチの後じゃん確かに親父パンチ親父なのこれ寝るパンチか何したのこれ。これはさぴったり合うと扉でも開くのこれ臨床ぴったり合うんだけどこれ何これは拳でしょ選ばれた何これ俺多分入んないあ俺入んない本当だでかいぴったり入る何これでちなみにねこっちはね何それこっちは親父だって親父拳ちっちゃ親父ちっちゃなんか親父だけさこうじゃなくてこういったんじゃないピューンって達人かだから俺もちょっと最後に開けたあーいやなんかすごいな最後にさ、まあ、サムネに使お
おうとは思うんだけど、みんなでちょっと集合写真撮って。あーそうだね。いいね。さ、ずいぶん前にここでさ、なんかさ、宣材写真みたいなの撮ったじゃん。撮った。それみたいな撮ろうよ。そうだね。あの宣材写真懐かしいな。なんか変わってからもなんかずっとあればっか使われてそうなんだね。肩組んで笑顔で終わる。まあ、俺らの活は続くんだけどね。まあそうだね。俺ら解散みたいになっちゃうけど。なんか10年間ありがとうございましたみたいなこの時は真ん中じゃね。あ、なんか再現する。どんなだったっけこれ。まあこうやな。セピア色ね。セピア色な写真になりそうだな。ダンサムネの顔ください。お前何食ってんだよ。イエイってもうピースしちゃってるよ。待ってまさに何食ってんだよ。オレオがあって口開けられない。前さ、なんで直前にオレオ食ってんのこいつマジで。バカだなやっぱ。いいね。よし。ありがとう。待ってオレオ食ってんけど大丈夫？いいよいいよ。俺をくせんだよなお前。はいどうも。ありがとすごいな。う。いやでもやっぱ今思ったけど、ここがなくなったとしても、みんな今めっちゃ近所じゃん。今前よりもここにいたまあから。そうね。近所だね。そっちの方がいいわやっぱ。活動がすごくしやすい。それはね。楽ではある。そう。だからいい形になったんです我々成長して。そうだね。だからここ旅立つタイミングだったんだよ多分。まあここがあってのあれだから。そう。だね。今までダモンケありがとうございました。いやありがとうございました本当に25年間ここで生活しました。物心ついた時にはもうすでにこの家か。そうでもその半分フィッシャーズで過ごしてたね。ああ確かに。そう考えたら長いわ。十何年。幼稚園とか合わせたらもう3分の2ぐらいそうだね。過ごしました。めちゃめちゃ長いな。ねえ人生だな。ダモンケありがとうございました。最後にアデューしときますかここで。ダモンケありがとう。せーのアデュー。この動画見返せるからいいわ俺は。まあそうだね。ありがとう。これが YouTube ですわ。でもちゃんとアデューだな。アディッシュ始めたのでもここじゃね。あ今閉めたタイミング。動画見てくれてありがとう。セカンダリー Twitter インスタグラムやっても目指せ登録者1000万億でもか。チャンネル登録よろしく。せーの。アデュー。おいジェニファー見たまやまだか。